日々がほんのり楽しくなるマツコチャンネル。はい、日々がほんのり楽しくなるマツコチャンネルです。ご無沙汰しております。2週間ぐらいちょっと、はい、前回の動画が蒲田に行って、都知事選で石丸、はい、伸二さんの街頭演説に行ってきたというところで更新が終わっているんですけど、その後風邪をひきまして2週間ほど、はい、発熱と嫌な咳、はいですね。今まだコロナも流行ってますのでお気をつけください。うちから蒲田って結構遠くて、私本当にね、家出るのが嫌で結構頑張って行ったんですよ。自分家からだともうやっぱ90分ぐらい賞味かかるので、結構行ってすぐ帰ってきたんですけど、それで疲れたのかなんかわかんないんですけど、ずっと体調が悪くて、なので今日はいろんな話をしようと思います。マツコチャンネル。そうですね、都知事選がとにかく、そうですね、とにかくフィーバーしてまして、私の中でもずっとなんかそう都知事選のことを気にして、はい、結構楽しく注目してました。で、もちろんね、オートレースでキューポラ杯、はい、やっと見ました。あと最近だと今日の情報で、私と母の、はい、最推しでありました元宝塚花組のトップスター柚香玲さんがスターダストという大手の、はい、女優がねいっぱい在籍している事務所に所属したことが決まったりですとか、そうですね、浅見純さん次期雪組のトップスターおめでとうございますとか、いろいろあるんですけど、それも全部、あと自分の趣味ギターとかね、絵描いたりとか、そういう全部の興味をかなぐり捨てて都知事選の動画ばっかり見てたんですよ。むちゃくちゃ面白くてハマってしまって、なのでやっと、ちょっとね体調崩してたっていうのもあるんですけど、やっとちょっとなんとなく、正気を取り戻しつつあるかなという感じです。そうですね、石丸さんの名前を出せばバズるみたいな、はい、ことをね、私もね、やりたくは、はい、ないんですけど結構面白くて、これね、分かんない人は一生分からないので、私が語ることでは全然、はい、ないので、他の人が語ってるのを、はい、見たらいいと思うんですけど、全然都民じゃないんですけどね。そんなことよりね、地元で結構な、はい、事件が起こりました。昨日なんですけど、一昨日か、川口市、私の住む川口市の、はい、西川口という駅のね、駅前の、はい、マンションで、爆発がありました。本当にね、駅からすぐの立地のマンションで、もちろんね知ってるんですけど、ガラスがね飛び散ってね、そんで結構遠くの陸橋にもうガラスがバーンってなってて、そこが一時期こう通行止めになったっていう話なんですけど、なんだろうな、で住んでたのが中国の方で、西川口っていうところはもともと風俗街、なんだろう、厳密に言うと駅のあっちとこっちの話になっちゃうんですけど、その風俗が立ち退いた時に外国人が入ってきて、結構チャイナエリアに、はい、西川口はなっているんですが、その西川口で普通にいいマンションに住んでる中国人の方が、なんだろう、自殺を図ろうとしてっていう話だ。どこまで本当かは分かんないんですけど、本人談ということで、はい、で昨日私配信をやりまして、その時も話したんですけど、中国の方ってなんだろう、何を思ってそう思い詰めるのかなっていうのが
ちょっとね国民性がわからないのでわからないっていう話はしたんですけど、それと前後してというかネットニュースでアフリカの人が X でバズってるというニュースを、はい、記事で読んだんですけど、なんかねアフリカの方がわかんないんだけど、日本人は働きすぎだから辛くなったらアフリカに来ればいいみたいなツイートをしてて、で実際日本語でのツイートをしてて、で日本人のお悩みメッセージみたいなのが、届くっていう話だったんですよね。でなんだろうな、いろんな日本人の変な話なんか死にたいとかね、そういうメッセージが届くらしいんですけど、それのやっぱ共通点っていうのが頑張ってる、自分は頑張ってるとかわかんない、能力があるのにとかわかんないんですけど、それがね認めてもらえないっていうことが思い詰める原因っていうのがすごく多いんですって。確かにそうかなって、日本人の悩みの根っこってそこなのかなっていうことをアフリカ人の方の記事を読んで思ったんですけど、なんか自分は認めてほしいのに他人のことは無関心というか、全員そうだから、他人にとっても他人自身は自分だから自分のことばっか考えてて、他人は分かってくれないっていう、だから自分のことは見ててほしいけど他の人に対しては無理解無関心っていう国民性だから、みんなが自分が一番と思ってて、あの人はなんか見てくれないとか、みんなお互い思ってるから思い詰めるとしたらそういうことなのかなみたいな話かなと思っていて、でアフリカ人としてはアフリカでの悩みっていうのは違うというか、生き方の基準がいかに自分以外のことに貢献できたかっていう、それは利益だけじゃなくて楽しみとか喜びとかそういうことも含めて、他人というか自分以外の何かのために何かできたかというのが生きる指針というか、そういうことを考えて生きてるから、日本人は働いて辛くなったらアフリカに来いっていうのはそういうことなのかなっていう話で、そのニュースには補足があって、そのインタビューの後、もちろんなんかリモートかなんかでやったみたいなんですけど、その人自身が養鶏場を経営していて、強盗にあったりとか、あとなんか自分もマラリアにかかって死にかけたとか、そういうもう結構なピンチが日常的にあるのがアフリカで、やっぱ環境とかそういうことで望みとか生き方、哲学みたいなものはだいぶ違うんだなっていうことをなんか思いました。それはなんかね、ちょっと記事を読んだ感想なのでこたつみたいになっちゃって、こたつ記事みたいで申し訳ないんですけど、そういうことを思ったっていうのと、だからさっき話戻るんですけど、中国の方が何を思い詰めて西川口でね自殺を図ったのかっていうことをちょっと思いを馳せたり、したんですけどね、ちょっと話飛び飛びになっちゃうんですけど、なんかそういう思い詰める系の記事とかに、なんか心の相談センターとかになんか電話してくださいみたいなちょっとつくじゃないですか、保険みたいな、ここになんか心の相談センターみたいな、なんか悩んだら一旦電話してみたらみたいな、そういうのが電話番号がねくっついてくるじゃないですか、安易に。でも実際問題電話かけてつながるかっていう話なんですよ。もしもしって出るまでには大体にボランティア、電話の心の相談ボランティアみたいな方がやっているっていうケースがとても多くって、自治体にもよるかもしれないんですが、埼玉県の場合もそうで、しかも結構な時間講習受けなきゃいけなくって、何時間かの講習をこなしていろいろハードルがあってのやっと相談員になれるんですよ。
でなったらなったで無償で、もちろん無償だから一生懸命できないっていうか、そのね、仕事とかしながら空いた時間でやるから、その本当に必要な人がかけた時にちゃんと出てもらえるのかっていうのが極めて怪しいと私は思っていて、だから保護士、ね、刑務所出た人をちょっと面倒見るというか、保護士の方もそうなんですよ。完全にボランティアで、そういう無償の人にそういう繊細な部分を丸投げして成り立たせようっていう本当に私は前々から良くないなと思っていて、なんとかなんないのかなって思ってます。で、その心の電話相談の方とかのボランティアも登録はあるんだけど、だんだんその資格を持った方も高齢化していって、だんだん今引退というかいなくなってしまって、絶対数が減ってるんですよね。なので結構逼迫してると思うんですよね。なので人件費っていう形なのか委託業務なのかわからないんですけど、もっとそういうところに金使ってほしい、国か県かしかわからないけれど、そういうところを人の良心みたいなものに任せるから回んなくなるんじゃないのって、日頃の不満をついでに言いました。話は本当戻るんですけど、その中国の西川口の方の部屋が大爆発っていうニュースで、西川口エリアではそうですね、ちょっと前、1年ぐらい前にも、郵便局の立てこもり、発砲事件があったりとか、あとちょっと前に隣の駅ですけど、川口駅っていうところの、前でやっぱ発砲事件があったりとか、悪い街じゃないと思うんですけど、交通の便もすごくいいし、そうですね、割と大きい町なので、北の方は自然が豊かだし、神社とかもいろいろあるし、歴史もまあまああるし、住みやすいとは思うんですけど、すこぶる治安が悪いっていうもう最大のデメリットですよ。ちょっと前まで川口市って住みたい街ランキングとか結構上の方行ってたのに、もう今見る影もなくて、ほんとしっかりしてほしいなって思いますね。うちだってあれですよ、外国人同士が喧嘩して、私ん家の玄関みたいな入り口みたいなところが壊れて、まだそのまんまだし、ほんとちゃんとしてほしいですね。で、むちゃくちゃ話前に戻るんですけど、うるさく言いたくないけど、川口市長も長年変わってないんですよね。で、埼玉県知事だってだからもうその投票行く気がなくなるぐらい誰も出ない、候補者も出ないっていう状態がずっと続いていて、埼玉県の投票率っても結構絶望的なんですけど、なんとかなんないのかなって思ってます。で、私石丸さんね、フィーバーでね盛り上がっていたんですけど、とりあえず皆さんの当初の予想通り、蓮舫さん正直蓮舫さんでもいいんじゃないかなと思っていて、というのはやっぱ取ってそんなに逼迫してないので余裕があるから、誰でもいいって言っちゃうとあれだけど、変える余裕があると思うんですよね。なので私埼玉なんか全然関係ないんですけど、とにかく変えること、ダメだったらまた変わればいいんだから、
変えることがやっぱ大事なんじゃないかなって思ったので、でわかんない、本当に主観なんですけど、蓮舫さんそんなに悪い人じゃないと思うので、別にだから要するに変わるべきだったんじゃないかなって、隣の県の私は思うんですけど、変わりたくないんだったら別にいいですっていう。権力は腐るんですよって真顔で2回小泉進次郎が言ってたんですよ。それは本当にそうじゃないかなって思いました。なんだろう、久しぶりだからどんな動画にしようかすごい迷ったんですけど、結局近況を一回話させていただきました。これからちょっとどうなるかまた分かりませんが、またまた動画をやっていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録高評価とかはね、頼めないんですよね。通知とかね、頼めないんですけどね。チャンネル登録50人でライブができるので、それだけ目標で頑張ってますので、頑張ってもいないか。今後ともよろしければよろしくお願いします。ということで元気になりましたご報告なことないか。近況でした。マツコチャンネルでした。ありがとうございました。さよなら。